この先来週も株価が下がっていきそうで、危機感を感じるね。そして、評価額がマイナスになりそうで焦っている小春だよ。米国株も落ち込んでいるから、日本株も厳しい見込みがありそうで、しっかり事前に考えておくことが大事だよ。今回は高配当銘柄を10銘柄紹介する予定で、これからも一緒に見ていこうと思ってるよ。最初に紹介するのは MS&AD で、高配当で魅力的な株だけど最近株価が下落傾向にあるから注意してね。次に丸紅の株も安くなってきていて、買っている人が多いみたいだから注目してみてね。最近の貯金の動きを見ていると、少し調子が落ちてきた感があるけど、反転の可能性もあるかもしれなくて注目すべき商社の銘柄としては、丸紅がおすすめで、買いやすい価格帯と安定した業績を維持しているよ。三菱 HC キャピタルは連続増配株で、配当が高く、割安感もあるから注目する価値あり。 KDDI も配当が高くて、株価が最近下がってきてるから買い時かもしれないよ。最近の投資手法について話し合っていて、特に JT の株が今割安感があると注目されているよ。 JT の株価は4000円程度で、配当利回りが高く、企業の自己資本比率も良好で安心感があるって。ただ JT には懸念点もあって、決算の調整があったりするから、その点も注意が必要だね。次に商船三井の株について、最近株価が上昇しているけど、まだ割安感があると、商船三井の配当利回りは高くて魅力的だし、株価の展望も良好だから、ちょっと注目してみてね。インペックスについても、株価が安く、高値からも落ちてきていて、買い時かもしれないって考えてるよ。決算も良い形できてるし、全体的に魅力的な投資対象と見えるから、確認してみて。現在の経済状況は安定していて、自己資本率も順調な 60% 程度で、利回りも 4% となり、企業は安心できる状態にあると見ています。関西電力の株価は下げているものの、依然としてインフラを支える企業であり、配当も 6% と魅力的で注意を払う価値があります。野村不動産は最近分割を行い買いやすくなっており、高配当で安定した数字を出していて、注目されるべき銘柄となっています。マツダは自動車業界で注目されており、高配当 5.3% で魅力的ですが、最近の株価下落も考慮する必要があります。最近の市場状況について話しながら、いくつかの銘柄の購入についてのアドバイスをしています。皆それぞれの投資スタイルに応じて銘柄を選んでいくことが重要だと言ってます。週末にかけて銘柄を探してみることが良い年につながるかもしれないとも言っています。最後に、10日からデイトレードを始めてみて、勝率 50% ならいいかなと思っていたんだけど、意外と前哨したからこのまま平日はデイトレードで資産を加速させたくなったんだ。メインチャンネルで、小春がたまに稼ぐ方法を話してるかもしれないね。それでは、ご視聴楽しめていただいたかな？またね。バイバイ。